皆さん、こんにちは。会長の上田多門です。それでは今から2回目のビデオレターをお送りしたいと思います。2週間前にヨーロッパでの国際会議に3年ぶりに参加する機会がありました。経由国のドイツではワクチン接種のみが条件で、最終到着地の国際会議なるノルウェーは条件は全くありませんでした。会議場ではヨーロッパ以外からの参加者は以前よりは少なかったんですけども、参加者総数としては通常のこの会議並みのもので、このようなフェイストゥフェイスの会議を皆さんが待ち望んでいるということを肌で感じました。でまたノルウェーではマスク着用の義務はなくてですね、会場でもアジアからの一部の参加者が着用しているのみでした。ノルウェーは、言ってみれば通常の生活に戻っていたという感じです。ただ、ウィズコロナという状況ですので、感染者は毎日普通に出ているようです。つまり日本のインフルエンザのような感じだったと思いました。一方、現在別の国際会議に参加のためにシンガポールへ来ているんですけれども、こちらは原則オンライン会議です。ただ会議主催者のみ現地に集まる形といたしました。シンガポールのコロナ対策は日本と状況は似ています。アジアは中国人が実情海外へ出られないことなどの状況からまだまだ国際会議も含めてコロナ後の状況にはなっていないようですね。さて、今日話したいことは、先日会長対談のトップを切って韓国の土木学会、すなわち KSE の会長とオンラインで話し合う機会を持つことができました。位置づけは対談の準備会合的なものでした。JSE 会長として KSE 会長にですね、今年行おうとしていること、すなわち国内外の、韓国の土木学会のような組織とか、土木の分野に関係する個人などと土木としてグローバルな課題にどのような対応をすべきかという、大きなテーマなんですけれども、大きなテーマであるとともに、一般的なテーマでもあるとは思いますが、そういうことをするということを、お伝えしたところです。でそうお伝えしたところ、KSE としてもですね、韓国土木学会としても、土木としてのグローバルな課題への対応は重要であるという、即座な回答をいただきまして、会合からですね、KSE も含めて、共同してですね、グローバル課題への対応を国際的に議論していくというようなことにもつながるようなことにもなりそうです。なお、後日 KSE 会長との対談は正式に行われるわけです。これら KSE との、共同活動も含めまして、進展がありましたら、また後日ビデオレター等でご連絡いたします。最後に、土木学会のインターネット上でも紹介いたしましたように、会長へ直接質問や意見を送る仕組みを始めました。ぜひインターネットをご覧になり、ご利用いただければと思っております。今後ともビデオレターでの情報発信をいたしますので、ぜひご期待ください。これで今日の2回目のビデオレターは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。